も大勢の皆様にご来場いただきましたこと、加えて昨年に引き続き15日間入場券販売となりましたことを心より御礼申し上げます。また昨年末、日本相撲協会は財団法人設立100周年を迎えることができました。これもひとえに長年にわたる皆様方の多大なるご支援と心温まるご指導、ご鞭撻の賜物と深く感謝申し上げます。我々協会員一同は新たな100年に向けてさらなる飛躍をするべく、なお一層相撲道に邁進してまいります。今場所も力士たちは稽古に精進してきた成果を存分に発揮し、この大阪の地で活気あふれる大相撲をご覧いただけるものと存じます。何卒千秋楽まで温かいご声援を賜りますようお願いを申し上げ、ご挨拶といたします。令和8年3月8日、公益財団法人日本相撲協会理事長八角信義。いよいよここから今年の春場所3月場所幕内の取り組みが始まっていきます。残念ながら幕内では伊勢ヶ濱部屋の翠富士がちょっと気になるのは心臓の状態が思わしくないということで、残念ながら初日から休場ということになりました。その関係もあって十両に今場所下がった竜電が幕内最初の一番、返り入幕の琴恵峰との対戦が組まれました。踏み込みは竜電ですが、踏み止めたのは琴恵峰です。寄り切り寄り倒しました琴恵峰、返り入幕で初日白星スタートです。琴恵峰いい相撲なんですけど、なんか竜電元気なかったですね。なかったですね。初日なのにどうしたのかなって感じですけどもね、琴恵峰いいんじゃないですか、落ち着いてね。去年のもあると思いますからね。はい、ちょっと、そうだな、やはりここからもっと勝ち越したいんであれば踏み込みかな、琴恵峰ですね。今日もちょっとね、琴恵峰ちょっと踏み込みは、踏み込みが甘いですよね。甘かったですよね。あと顔が左向いてるんであんまり良くないですよね。今日はこの竜電で良かったとは思うんですが、そうは簡単に回し取らせてもらえないですからね。はい、いい押し持ってますよね。押し相撲ですよね。はい、まあ早くちょんまげを言いたいような感じでしょうね、本人としては。やっぱりこれいちいちこう、まあ床山さんがやるんでしょうけどね、僕らの時はこう自分でやってたんでね、髪の毛をね。はい、でした。負けたんじゃないですか。負けました。ね、さあ富士凌河の方はどうか。相手はやはり押し相撲、長身長い腕、この腕がぐいぐいっと伸びてきますと幕内の上位の力もある金峰山です。下から押し上げる、うまく回り込むのは金峰山、攻めているのは富士凌河です。この腕が伸びるんです。伸びました。富士凌河初日は黒星ということになりました。じゃあちょっとアクションいきますか。アクションいきますか。金峰山がね、良かったんですよ。はい、金峰山といえば去年の初場所、優勝決定巴戦を、ね、豊昇龍と王鵬とともにあの時の金峰山強かったですもんね。そうです。これね引いてますよね。はい、この一発、これです。この大砲、これでこれだけの状態を上げれるんですよ。はい、さあ土俵上が時間になっています。左側東の朝白龍が先場所の新入幕、花田さんと同じように千秋楽に勝ち越しを決めて、番付を少し上げました。今場所は東の16枚目。対する御嶽海、先場所は寄り切りで御嶽海がこの辺りは貫禄を示しました。
圧力をかけていきます御嶽海です。そのまま持っていきました。この辺りは御嶽海がうまくさばきます。押し出しまして御嶽海が初日の白星ということになりました。ちょっと朝白龍元気ないですね。でしたね。初日の硬さが出たのかそれともというところですけど、御嶽海としてはもう体を丸めていつものように当たっていくと、でもね相手の脇の下に入ってますし、あとはこの丸いね、体を生かして出ていくだけですけどもいいんじゃないですかスタート、3日の休み勝ち越しまであと2番だったんですが、錦富士といいますと青森県は十和田市の出身、青森出身の幕内力士が142年続いています。今は幕内はこの錦富士しかいません。青森県の皆さんの期待がかかっていて、それはプレッシャーだというふうに本人も言っていますが、そのプレッシャーをプラスに変えたいと話す錦富士です。今場所は西の14枚目という成績や番付。さあ初日どうか。得意の左が入りました。まわしの効いた渡し込むように寄り切りました錦富士、初日白星です。左の肩から当たっていきましたね。左に入ると突っ張りもあるんですけど、左四つもね形ですからね。いい形で当たっていったんじゃないですか。まわしを引くと千代翔馬もね思い切った投げもありますしね。そのあたりの考え、この当たり方は左を差して取っていこうという錦富士のね当たり方ですよね。しかし花津の青森、朝乃山でも場所前のインタビューですとね強い力士とやった方がいいってね、お話ししてたんで、そういう点ではやはりもう元大関ですからね、やはり状況が分かってるんじゃないですか、自分の置かれてる立場の。先場所久しぶりに幕内に復帰を果たした朝乃山、やはり幕尻では力を発揮、相四つの両者です。実は十両で2回この両者対戦がありまして、いずれも朝乃山が勝っています。右四つとなれば当然朝乃山。ちょっと引いたか、うまく中に入りました。寄り切りました藤青雲、初日白星。いい相撲ですね。いい相撲でしたね。新入幕でね、朝乃山立ち合いの方が良かったですよ。1本目の踏み込みただっていう、今場所も細かく生かしていただきます。いや、もう1手先どころか10手ぐらい先を読む花田勝さんでございます。いいですね、藤青雲。いいですね。いい相撲を取りましたね。ずっとこう右手でね、こうなんか歌舞伎やってるみたいな感じでね、相撲になりますんでね。で見え切るようなね、なんかね、右手出しての立ち合いがあったりしますね。こちらはこの筋骨隆々、しっかり回しを引きたいという朝紅龍ですが、あれやっぱり出れないんでしょうね。ああいう風にやられるとね、翔猿のパッとこう手出されると独特の残り方というか。過去は2対1で朝紅龍がリードしています。前に出る朝紅龍、首投げ抜けました。すくい投げ、あるいは突き落としを取るでしょうか。朝紅龍の勝ちです。軽いですね。ちょっとアクションいきましょうかね。いきますか。はい。これね、今日珍しく翔猿頭からいってますよね。でしたね。手出す立ち合いじゃなかった。見ていただければ分かると思います。これね、低くいってるから翔猿の方が有利だと思いますよね。いや、一瞬そう見えましたよ。頭下げすぎるのがダメなんですよ。こう相撲って、額で当たりながら相手を見ていく。よく額で当たるんだと、額で当たった方が痛くないんだっていうふうに言ったりします。そう、頭を下げすぎるのよくわんぱく相撲がやりますよね。押し引くが多かったんで、押し相撲多かったですもんね。そういう点では今少し技術ねだいぶ出てきてますしね。上位では藤の川ね、楽しみですよね。2枚目ですから。今場所初めて上位総当たりの2枚目まで番付を上げた藤の川。今日は藤の川は霧島です。初めての三役挑戦です。さあ土俵上時間になりました。頭で当たり合ってちょっといなすのは獅司です。
突き返していきます。ちょっと上手が深いか、欧勝海寄り切りました。獅子の勝ちです。いやー、欧勝海いい相撲を取ったのに吉田さん、たった一つのミスですよ。それはどこだったのかを解説していただきいます。やもうこれね、後でこうちょっとタッチペンやらせていただきたいなと思うんですけど、たった一つのミス、たった一つのミス、見たことないと思うので確かにちょっと強引だなという相撲なんです。これね、絶対にダメです。もう状態も完全に崩れてますね、これはやるのはですね、昔で言えばね、増井山さんとかね、もうあの人は内掛け外掛け両方ねですよね。はい、それほどじゃあ気負いはなかったですか？気負いないですね。いつも終わってその日の取り組み終わって優勝したんだとか、そういうタイプなんで。さあその辺の心境、青錦はどうかというところですが、さあ土俵上が制限時間いっぱいです。押し相撲の豪ノ山と狼雅です。豪ノ山は地元大阪の出身。前回し、狼雅の得意の前回しですが、休まず攻めます、攻め切りました。豪ノ山の勝ちです。地元大阪府は寝屋川市の出身、より声援の大きい中で初日白星のスタートとなりました。狼雅が左を取ってるんですけども、取りましたよね。一瞬止まりましたよね。でもここで躊躇せずに前に出ていこうというね、いつもこれが多いんじゃないですか。これね、当たっていますよね、これ取ってるんですけど、取ってるだけじゃ相撲ってダメですよね。なるほど、そうですね、次の攻めがないので、もちろん中に入れたくはない左四つ得意の時疾風というところですが、頭で当たってこないと上から見られてる気持ちになるので、頭当たってる人はそのあたりはこの時疾風もなかなかうまい四つ相撲を取ります。41歳が望む春です。ちょっとこれは合わない。行司の木村秋次郎が止めました。中に入った、もろ差しを作る時疾風の相撲です。寄り切りました。時疾風の勝ちです。ちょっと球でやりにくいですかね。なんかそんな感じが見えましたね。やりにくそうですね。2回目の立ち合いも時疾風変わらずに当たってますよね。一度見て先手の時疾風ですよね。左からね、これこう刺していくと分かってるんですけど、らしくない相撲ですかね。でしたね。得意ですか？こうったりすると帰りの花道、宇良も割と土俵上ではすっと集中してしまうので、土俵上では聞こえないみたいなんですけど、取り終わった後、そういうことを宇良のインタビューで話してるんですかね。いやインタビューでそれちょっと聞いてみましょうかね。言ってるかもしれないんで、宇良にもね場所前に話を聞いて。前に出ました。宇良の勝ちです。今日は大きな正代に対して真っ向勝負、そのままいっぺんに持っていきました。頭も下げすぎず、いい位置で押していきましたね。先ほど翔猿が少し頭下げすぎたという解説がありましたけれども、いつも見たらちょっとレスリングスタイルではない正代に対しての当たり方になるんじゃないですか。裏から目が離せなくなる。今場所は東の8枚目という番付ですので、大暴れしそうな番付ではあるんですが、左から正代差したくてどうにか上げていこうとしているんですが、宇良としてもいいですよね。押されていますが、ここからのこの頭の位置も右の押っつけもいいですし、この両者は今伯乃富士が4連勝中、4対1です。ちょっと伯乃富士の張りが足りない、そのあたりはね、治療に専念してた部分もあります。欧勝馬は先場所の場所後に挙式を控えていて、それだけに勝ち越したかったんですが、
千秋楽に負け越して非常に悔しい思いをしました。今場所は東の7枚目です。初日の相撲、幕内前半戦の取り組みが時間です。踏み込み白の富士、得意の左が入る、右も入った、攻めきれるか、どうだ。軍配元木は欧勝馬に上げました。そして白の富士はちょっとその痛めている左足の親指、痛みが出たか、やはり物言いがつきましたね。左の親指ですよね。左足の親指です。なくなるんで。そういうもんですか。麻痺するんですよ。なるほど。で土俵に上がるんです。さあどういう結果になったか。ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は欧勝馬を有利と見て挙げましたが、同体ではないことも胸がつき、協議した結果、欧勝馬の足は残っていました。軍配通り欧勝馬の勝ちといたします。足はやはり残っていたということで、軍配通り欧勝馬の勝ち。攻めていたのは白の富士でしたが、やはり足の状態万全ではなさそうです。足やはり力入らないじゃないですかね。土俵を噛むという言葉あるじゃないですか。親指でギュッと噛むというね。それが多分できないので、ああいう形になってしまったんですよね。これでも練習ですよね。俺ら稽古開始はね、4時前後だからそうでした。ちょっと感覚は違うかなと思うんですよね。藤島部屋、その後二子山部屋で力士の数がものすごく多くてね、4時とか4時半からもう稽古始まってましたもんね。で稽古も広かったんで、うち寒いですよ。さあ土俵上制限時間いっぱいです。一山本と大野勝が上がっています。大野勝、膝は大丈夫か。左膝。一山本も気遣ってましたが、動かさない方がいいですよ。そうですね、ここは下手に立たない方がいい。ちょっと膝の曲がり方が気になる曲がり方でしたが、呼び出しの方を借ります。そっちの心配もですね。当たって脳震盪起こしてます。1回頭がガーンと当たりましたね、一山本のね。ここ一発目顎には入ってるんですよ。で次もう1回入ります。脳が揺れちゃってるんで、その影響でガクッと崩れた。でもなんか素敵な着物着てましたよね。ちょっと気になるのが阿炎の背中に大きなテーピングがあります。これがちょっと気になるところですね。インタビューにもありましたけれども、先場所は、久しぶりに2桁10番、それだけじゃなくて本人も言ってました。去年1年間で勝ち越しが1回しかなかったのでっていう話がありましたが、さあ腰が気になります。対戦相手は琴勝峰。過去は5対2と阿炎がリードしています。ちょっと今日阿炎差しに行ったでしょうか。一方的になりました。押し出しで琴勝峰の勝ちです。腰悪いんですよね。ちょっとそんな感じですよね。阿炎らしいもの手でバーンと突き上げてバンバンバーンという相撲ではありませんでしたね。取り組みまで一生懸命盛り上げたんですけどね。ちょっと琴勝峰の当たりもいいし、足の出方もいいですね。前に出て、相手をよく見てますね。そうそう、アベマ大相撲センター試験、琴勝峰去年の名古屋場所の優勝力士です。カウントしてくださいませ。筋肉ですよね。もうかつてはずっと三役に定着して、もう大関がすぐそこまでという力士だったんですが、お客様もインバウンドで海外の方もいらっしゃいますね。多いですね、今場所も。隆の勝はこの右膝、この隆の勝も実力者の押し相撲ですが、ともに怪我で苦労している部分もあります。さあ湊川部屋の隆の勝の最初の相撲です。今度は大栄翔、予想通り
いい相撲になりました。押し相撲同士、最後は下から押し上げて隆の勝の勝ち。うわー、いいですね。左からの打ち込みがいいし、ね、隆の勝いいですか。アクションいきましょうか、ね。アクションいきますか。ちょっと下下がりすぎですね。ないでしょうね。足がだから出ないですよ。なるほどね。隆の勝はいい相撲ですよ。これ今場所期待できるかもしれませんね。いや、もうこのね、絶対引かない、で下から相手をよく見る、あと土俵際に突き落としとかでやられてしまう。青錦は22歳になるわけです。と話しているうちにこの王鵬ですよ。また三役の座から滑り降りてしまいました。王鵬はずっと若いままですかね。どういうことですか、若いまま。なんか年あまりずっと変わらず若い。平成12年生まれ。ただ王鵬は2月14日早生まれで26歳。対する平戸海は今25歳。学年でという言い方さっきしましたけど、王鵬の方が一つ上ということになります。現在平戸海が3連勝中。中に入った平戸海、もろ差しだ。寄り切りました平戸海の勝ち。この辺りは王鵬の脇の甘い点、逆に言うと下からスポッと中に入る平戸海の持ち味がすべて出ました。当たってないからですよ、王鵬。平戸海のちょっといいですか、アクションで。せないし、そこ見ましょう見ましょう。ね、これ当たって一歩、これでもう右入ってるわけですよね。肘までいかず、もうスーッとこう、中で入っていって、これをさせてしまうというのはやはり王鵬は一歩当たってないんですけど、持って生まれた腰の重さをこううまくこう使っている力士だなと思うんですよね。左四つでも右四つでも相撲が取れますし、かと思うと先場所はかいなひねりとかどちらかというと左四つぐらいですかね。四つは左四つが得意なんですけどね。でも両方取れるってね。右四つも取れるんですよ。先場所の逆取ったりは恐れ入りましたけど、さあここから3月場所春場所は役力士の登場。まず高安からです。中に入った美ノ海、高安は時の上手、ここはしのいで美ノ海です。ただ高安の上手は伸びています。ずびっと攻め込んでいく高安。この伸びた上手で仕事ができるか。出し投げなどもあるんですが、いかんせん伸ばしは伸びています。美ノ海は右手で高安の左を制しています。上手高安ですが体勢は苦しいところです。これだと力入りませんよね。ひねることしかないですよ。ただここから腰の重さも高安。美ノ海としては回しも欲しいところですが、懸命に高安が引きつけて出ようとしていますが、煽るじりっと高安、この出し投げ、この辺りのうまさです。上手出し投げ高安の勝ち。さっき花田さんからあった相撲うまいですよというね、右手の使い方、腰の使い方ですね。もうポイントとして、腰をひねるんですよね。ちょっとタッチペンいきましょうか。タッチペンいきますか。はい。出ておいて、ちょっと長かったですね。これね、出てこう圧力かけたらすってこうね、下手投げ、下手出し投げしかないから。上手出し投げですね。うまいですよね。うまいですね。引っ張り込むというより刺していくんじゃないかなと思うんですよね、霧島が。そして状態が上がったことをで、まあ回しを取るか、攻めていくかということだと思うんですよね。
無駄にこう最初からこう当たって強いからって前に出ていくといなしたりうまいじゃないですか、藤野川が。そういうふうにはさせないとは思うんですよね。霧島にとっては先場所関脇復帰の場所で2桁11番勝ってますので、今場所は大関復帰に向けて非常に大切な場所ということになります。さあ藤野川が初めて役力士と対戦します。中に入る、ただ組み止めた霧島、胸を合わせる霧島、投げを打たせません。寄り倒しました霧島の勝ちです。なんとかこう救っていこうという藤野川でしたが、この辺りは相手の手の内も分かっていたか霧島。ただ短い時間でしたけれども、藤野川に、余裕があるので全然効かないですね。最後上手に手がかかってまして、上手投げという決まり手になりましたが、こうさせる立ち合いのうまさというか、同じ一門で、出稽古もあるんじゃないですか。そうですね。胸合わせないようにするのを取るのが一番じゃないですか。大きいですからね、大関。さあここで気合が入った大関、なんとかこの春場所琴櫻としては上昇気流をつかみたいところです。右四つ、上手は吉野富士ですが、出るのは琴櫻。上手に手がかかった、上手投げ、琴櫻の勝ち。上位キラー、新上位キラー吉野富士ですが、この琴櫻にはまだ一度も勝てません。内側から入ってるんですけど、内側から入って爆発して大きくなってないですよね。大きくなるんですけど、あと表面的な当たりだけなんですよね。琴櫻が多分自信があるから当たっていけるんですよ。で全部琴櫻外から攻めてるの分かりますか？これも外、外で外が左、筋力トレーニングなども取り入れながら少し体重も増やし、そして筋力もアップしたという話をしていましたが、体力落ち着いてますよね。あんま気負うとこないですよね、彼の場合ね。常にそうですよね。新三役の場所も、そして新関脇で初優勝した時に、そして先場所の新大関も、本人はかなり緊張があったんだと、終わった後話してましたが、白鵬以来20年ぶりの新大関優勝も果たしました。さあ今度は最もプレッシャーがかかる綱取り。ただそれを感じていないか、あるいは感じてはいても全く頭にはないか。ちょっと若元春が立ちにくそうです。青錦がいつものように両の拳を置いて相手の出を待っています。立つ前お客さんの声が耳入ったからそれもあったかもしれませんね。おっと変化をしました若元春。しかし落ち着いて相撲を取っている青錦、左の下手得意の形、寄り切りました。青錦の勝ち。綱取りのこの春、まず初日白星スタートです。若元春の立ち合いの変化にも動じませんでした。若元春があの動きをするっていうのは強いって認めてる証拠なんです。なるほど、でも動じませんでしたね。動じませんね。よく相手を見てますね。落ち着いて、何かやるんじゃないかなと思ってそれでそういう言葉を言ったんですけど、さっきね安藤さんがそう言いましたよね。私も張り差しぐらいとか何かやってくるのかなとは思いました。あれついてこられますよね。で若元春はね、踏み込みないとやっぱり軽いんですよ。で軽いのに大きい相撲を取るってよく言われるじゃないですか。でも立ち合いの当たりがないとやっぱり
どうしても軽くなっちゃうんで、あと落ち着いていけばいいだけなんで、この辺り落ち着いて得意の左の回しを引きます、落ち着いてますね。若元春が左を差してくるの分かってるんで、徹底して離れて、で左上手を取ってますよね。連覇の青錦は3場所連続の優勝を目指しているんですが、3連覇ということになると、白鵬が6連覇を成し遂げて以来3連覇の力士で出ていません。この大野里も2連覇まで、いろんな意味も込めてここで青錦に優勝さすわけにはいかない両横綱。若元春、若隆景ね、前半戦がエンジンかかるの遅いんで、確かに2人ともそうなんですよね。さあ一足早く青錦白星を取って土俵下に控えます。見上げる土俵で大野里、現在対若隆景戦は7連勝中という大野里。引かせた大野里、初日に土がつきました。若隆景が殊勲の金星です。若隆景初金星ということになります。立ち合い負けませんでした。全開できましたね。でしたね。いい相撲です。相手に引かせるまさに若隆景の相撲です。横綱当たってないですかね。下にこうどんどん起こそうとはするけど、引くのはダメですよね。これでもろ手を選択しましたけど下がりませんでした。当たってないですね。全然押っつけもいいですね。若隆景で左からのね、これ引くのがこれ一番ダメですよね。あそこで引いてしまいました。これまで相手若隆景戦7連勝中だったんですが、右も入らないし、左の手も結局若隆景の肘を下に押さえてるんで、両方で引いて 7勝8敗。そうなんですね。という成績でございましたが、じゃあそれは置いときましょう。さあそして豊昇龍ですが、花田さん、一番ギリギリとはがみをしているのはこの半年間、いやこの1年間、豊昇龍だと思います。右差しての強い横綱じゃないですか。そこに徹底した方がいいんじゃないかなと思うんですよね。大きな相撲を取らずに。先場所は場所前の巡業で豊昇龍が左膝を痛めて、本人は大丈夫大丈夫と言っていたんですけど、やっぱりちょっと影響があったようです。そうですね。ただ師匠の立浪親方に聞くと、先場所に比べればもう全然いいんじゃないかと、膝は問題ないんじゃないかというふうに師匠は言ってましたが、あとはね、土俵で自信をつけていくってことじゃないですかね。気持ちの問題の。これ花田さん、過去の対戦は6対4で熱海富士がリードしてますね。当たりやすいと思います。軽いので胸上げてくる、顔を上げてくるんでね、そういう点では熱海富士が相撲を取りやすいのかなと思うんですけど、先場所はもろ手から一気に前に押し出しました。さあ目の前で大野里が敗れて、ここはしっかりと締めたい横綱の豊昇龍。これ以上荒れさせてはいけない初日の土俵です。熱海富士が右を覗かせますが、横綱がぐいぐいと出ます。ただ回しは引けない。回しでここで上手を引きました。豊昇龍上手両回し、熱海富士には回しを与えない。ただ胸があって相手は大きな熱海富士です。横綱はただここから技があります。この投げが呼び込んだか、いやしかし前に出る、寄り切りました。豊昇龍の勝ち。大野里は敗れましたが、横綱豊昇龍はしっかりと白星です。横綱がね、回し取れたんでよかったんですけど、攻め方悪いですね。そうですか。
確かに熱海富士ももう少しという感じがねないわけではなかったんです。一気に出れなかったですね、横綱に回し取られたんで、はい、そういう点ではこう回しを取ろうとしてるんですけど、押っつけたり回しを切ったりして、回しを取りに行けばいいんですけどね、はい、こう取りに行こう取りに行こうという上からこうやっていく。また見ながら解説をしていただくと、当たっていく、ちょっと踏み込みというより横綱の立ち合いが良かったですね、押されないようにしましたよね。左上でも取れて、ここで取れましたね。ここで取れましたね、横綱は。これ持ってこうとしたら重たいんですよ、で下手も引いて万全の横綱、心配しましたけど強引ですよね。はい、そこアクションいきますか、これ終わったら。いきますか、終わったら。ただその後熱海富士が今度は投げに来てくれました。豊昇龍は負けませんでした。どうですか、いけますか。いける、終わってからでね、これね、右がやっぱり横綱右得意なんですよ、はい、これね、熱海富士もちょっと左の腰、左上手取ったらクッてこう腰を前に出せば、それはちょっとアクションでアクションでやります、はい、まず横綱のことをやりましょうね、はい、これこうがっぷりになってますよね、横綱右下手取ってこうがっぷりになってますけど、これね、横綱ね、これ左から